はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。今回はスーパーカブ110の試乗インプレッションをやっていきたいなと思います。はい、というわけで今回はスーパーカブ110の試乗インプレッションをやっていきたいなと思います。それでね、私は普段スーパーカブ C125 に乗っているので、このねスーパーカブ110、正直ねめっちゃ気になってたんですよね。というかね、いつかね乗ってみたかったです。ちょっとね個人的な話をすると、私はねカブのね見た目が好きで C125 を選んだっていうのがあるんですけど、やっぱりねスーパーカブ110もねめちゃくちゃ可愛いですね。今回ね借りてきたカラーが黄色なんですけど、このカラーリングねひよこみたいでもうめっちゃ可愛いです。まあそんな感じで今回はこのねナチュラルなカブスーパーカブ110のね試乗インプレをやっていくわけなんですけど、結構ね C125 とスーパーカブ110どっちをね買うか迷う人って多いと思うんですよね。なので今回は普段ね C125 に乗っているので、このスーパーカブ110と乗り味のね比較をしつつ、スーパーカブ110の魅力をねお届けしたいなと思います。もうね早速ね乗り出したい気持ちもあるのですが、まずはねこのカブの簡単なスペック紹介からやっちゃいたいなと思います。それでは行ってみましょう。ちがみなの動画。はい、それではまずエンジンから行ってみましょう。このバイクは空冷4ストローク短気筒のエンジンで排気量は 109cc です。はい、それでねエンジンの始動方法についてなんですけど、セルもねあるんですが、キックでもねスタートができるみたいです。それでスーパーカブ110のブレーキについては、フロントもリアもドラム式ブレーキが採用になっているみたいですね。それでねこのバイクはカブなのでロータリー式のねシフトペダルがついています。続いてね灯火類についてですが、ヘッドライトがねこれ LED 採用になっているみたいです。いやー、カブのねこの丸めのヘッドライト、正直ねめちゃくちゃ可愛いですよね。それでねこのカブはウインカーがね丸っこくて、なんていうかねほっぺたみたいでめっちゃ可愛いですよね。ちなみにね私はこの子のことをひよこフェイスと呼んでます。もうカブ系のねバイクが好きな人にはねたまらんお顔をねしているんじゃないかなと思います。そしてねスーパーカブ110、リアキャリアがねめっちゃ大きいです。もうキャンプなんてすごくね余裕でね荷物が積めちゃうんじゃないのかなってぐらいめちゃくちゃ広くて、大きめのねリアボックスなんかも軽々ね乗せちゃえるんじゃないかなと思います。はい、それでねここの部分見てください。見えるかな、ここの部分なんですけど、フックがねなんとついているんですよね。もう本当にねスーパーカブ110積載面がねすっごい優秀なので、日常使いのもう本当にお買い物からキャンプまで幅広くね荷物を乗せるような瞬間でも大活躍してくれるんじゃないのかなと思います。ちがみなの動画。お次はスーパーカブ110のタンク容量についてなんですが、このカブのガソリン容量は 4.3 リットルで、燃費はカタログスペックだとリッター 62.0km みたいです。やっぱりねカブなので燃費はねめっちゃいいですよね。はい、それじゃあねスーパーカブ110の気になる足つきチェックいってみましょう。それじゃあやっていくぞ。スーパーカブ110のシート高は 735mm で、車重は 99kg です。私の身長はね150センチなんですけど、もうねほぼほぼベタ付き状態です。ちなみにね片足だけにするともう完全なベタ付きになります。もう私よりね小柄体型の方でももう本当にすっごいね扱いやすいバイクなんじゃないのかななんて思います。それでねすごく軽いから振り回しもしやすくって、よいしょよいしょ、もうこんな感じでね楽々取り回しができちゃいます。それじゃあねスーパーカブ110のスペック紹介はこの辺りで終わりにして、早速走りに行ってみたい
いなと思います。それじゃあ行ってきます。ちがみなの動画。はい、というわけで今ねスーパーカブ110に乗って多摩川沿いを走行中です。いやー、これねカブですね。というかやっぱり私ねスーパーカブのね乗り心地がね好きなんだなーなんてね改めてねこのバイクに乗って思っちゃいました。このねスーパーカブ110ってバイクは限りなくスーパーカブ C125 に乗り心地がめっちゃ似てるなーなんて思ってて、なんていうかね、カブなんですけど実にカブらしいカブって感じのもうノーマルなドノーマルなカブの走り心地って、あ、こんな感じなんだなーなんてね思っちゃいました。いや、めっちゃねカブの乗り心地っていいね。このトコトコ感がたまらん。それでね 110cc だから車のね流れにちょっとね乗りにくいのかななんて思ってたんですけど、全然普通の一般道であれば余裕で車の流れに乗れちゃうので、そこまで気を使わずに走行できちゃうななんて思いました。それでねこのカブねやっぱりね見た目もめちゃくちゃ可愛くって乗っててね純粋に気分が上がりますよね。今私はこんなに可愛いカブちゃんに乗ってるみたいなね、そんな気分になる気がします。それでねカブのカーブについてなんですけど、カブのカーブについてなんですけど、限りなく C125 にめちゃくちゃ似てる。カブがね好きな人はもう知っての通りだと思うんですけど、スポーツバイクって感じじゃなくて旅バイク、トコトコツーリングバイクって感じなんですけど、やっぱりねこのスーパーカブ110もそんな感じでトコトコと旅をしながらまったりね走るのがすごくね楽しいバイクなんじゃないのかなと思っちゃいました。それじゃあねちょっとしばらく走行したので一旦ねコンビニでいつものコーヒー休憩にしたいなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけで定番のホットカフェラテ休憩です。今日も今日とてめちゃくちゃ寒い。冬はねバイク冬眠しようかなっていう風に思ったんですけど、最近ね電熱ウェアを着用しているので体のね真ん中はねポカポカなんですよね。ということで今年も冬バイクをね楽しんでいきたいなと思います。それじゃあコーヒーいただきます。最高っていうかカブとコーヒーってめっちゃ合いません？カブ見ながらコーヒー飲むってねなんかいいんですよね。激カワ間違いなくね乗っててね気分がね上がるバイクなんじゃないのかなと思います。やっぱりね私ねカブ好きだなっていう風に純粋にね改めて思っちゃいました。それじゃあね引き続き今日も寒いんですけどスーパーカブ110をね楽しんでいきたいなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけでコンビニ休憩でした。やっぱりね冬にねあったかいコーヒーを飲む瞬間ってたまらんですよね。それじゃあね引き続きスーパーカブ110乗っていくわけなんですけど、このバイクのね、ブレーキ性能について、ちょっとばかり触れておくと、C125 にね比べるとやっぱりねそっちの方が価格も高いしディスクブレーキがねついてるってことで、このねスーパーカブ110も C125 までは及ばないけどこんな感じでね公道で、普通にね止まる分にはスムーズにね止まれるんじゃないのかななんて思います。カブのカーブ、おーいいね、いい感じに登ってくれました。わお自転車やべえ。それでね冒頭でもね少しお話ししたかななんて思うんですけど、私がいつも乗っているスーパーカブ C125 とこのねスーパーカブ110をね迷う人ってね多いと思うんですよね。価格面が違うからついている装備はねやっぱり C125 の方が、豪華だったりはねするんですけど、このスーパーカブ110は本当にナチュラルなカブって感じで、このねメーター部分とかもなんていうかよりねアナログテイストな感じで、もう本当に純粋にスーパーカブが乗りたいんじゃっていう人にはねすごくね合っているバイクなんじゃないのかななんて思いました。
それでね、走行時の足つきについてなんですけど、C125 に比べるとではあるんですが、足つきはね、いいんじゃないかなと思います。あとね、このスーパーカブ110の積載面についてなんですけど、さっきもね、触れたと思うのですが、すごくね、キャリアが大きいので、もうキャンプとかね、行く分にもめちゃくちゃ荷物積めると思うし、大きめのね、ボックスなんかも、ほんと違和感なくつけられるので、お買い物用バイクとか、通勤バイクとかとしてもね、すごくね、活躍が期待できたんじゃないかなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけで今回はスーパーカブ110の試乗インプレッションってことでね、私が普段から乗っている C125 とね、比較も含めつつ、スーパーカブ110のね、魅力をね、お伝えしていったわけなんですけど、このバイクはね、もう本当に純粋なスーパーカブですっていうね、感じがする乗り味で、すごくね、個人的に意外だったのは、走り心地がやっぱり C125 に限りなく近い感じがするのに、価格的には圧倒的にね、スーパーカブ110の方が安いので、初めてのバイク、スーパーカブに乗ってみたいですっていう人からしたら、きっとね、敷居が低いと思うし、カブを純粋に楽しめるんじゃないのかななんて思っちゃいました。いやー、カブはいいぞー。本当にね、いろんな場面で活躍できるバイクなので、ぜひね、このカブの見た目が好きだよって方はね、検討してほしいなーなんて思っちゃいました。それではね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるので、概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。